聴者の皆様、こんにちは。本日も始まりました。今回はものづくりに青春をかける若者たちの聖地、高専ロボコンに隠された驚きの真実に迫っていきたいと思います。解説を担当します、ロボット大好きのケンジです。こんにちは、みさきです。今回は普段テレビなどのマスメディアでは絶対に報道されることのない参加学生たちの活動時間という定量的なデータにスポットライトを当てて解説していきます。実はあのきらびやかなロボットたちの裏には私たちの想像を徹する時間的なドラマがあるんです。そうなんだよね。高専ロボコンといえばアイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテストのことで、ウィキペディアの情報を見ても実践的ものづくり教育の最高峰として絶賛されてるじゃない。でも毎年全く違うものすごく難しい競技課題が発表されて、それをクリアするロボットを学生たちが一から作るわけだから、一体どれだけの時間をかけてるんだろうってずっと気になってたんだ。まさにそこが今回のポイントです。年間スケジュールにおける時間的制約は、例年4月中旬から下旬にかけて行われるルール発表から始まります。実はかつては5月から6月にかけての発表だったんですが、近年の競技課題が複雑になりすぎたため、設計制作時間を少しでも確保するためにルール発表時期が前倒しになったという背景があるんですよ。4月の段階でもう戦いは始まっているんだ。そこからロボットのアイデアを練って実際の大会までに仕上げるなんて、本当に息をつく暇もないスケジュールだね。今回はその時間的な実態を徹底的に解明していこう。では今回の解説の全体像を示すエグゼクティブサマリーからお話ししますね。今回の調査で明らかになった驚きの発見は大きく分けて5つあります。それは気になる。どんな発見があいも。はい、まず1つ目は公式ガイドラインと活動実態の大きな乖離です。学校が定めるルールと実際のロボコン部の活動時間にはかなり面白いギャップがあるんです。2つ目は夏季休暇におけるフルタイム労働を超える圧倒的な時間投下。なんと週に35時間から40時間も活動しているんですよ。週に40時間ってほぼ普通の社会人のフルタイム仕事と同じじゃないか。そうなんです。そして3つ目は大会直前期における学業、試験機関との宿命的な衝突とルール違反に対する厳しいペナルティ。4つ目はそんな過酷な時間制限をハックして圧倒的な強さを誇る奈良高専などの極限の短時間超効率開発モデルの存在。そして最後にこれほどの時間を注ぎ込むことがいかに産業界で即戦力として評価されるかという教育的影響です。うわー、どれも刺激的なテーマばかりだね。これはただの部活動の紹介じゃなくて、最先端のプロジェクトマネジメントのドキュメンタリーだ。早き覚路も聞きたくてうずうずしてきたよ。それでは高専ロボコンの過酷な年間スケジュールを時系列で詳しく見ていきましょう。ルールが発表されるのが4月。ここからすべての高専生ロボコニストたちのカレンダーが動き出します。4月にルールが発表されてから、まず最初の関門は何になるの？最初の大きな山場は6月末までに NHK へ提出しなければならないアイデアシート、応募書類です。各高専からロボットのコンセプトや基本構成、戦略をまとめた書類を提出し、厳しい書類審査が行われます。これに合格して初めて各校最大2案、つまり A チームと B チームが選ばれて本格的なロボット開発プロセスへと移行できるんです。なるほど。アイデアを出す段階からすでに審査があって、そこで落ちたらロボットを作ることすらできないんだ。だから4月から6月までの約2ヶ月間、学生たちは脳みそをフル回転させて設計図やコンセプトシートを書き上げるわけだね。その通りです。そして審査を通過したチームは10月上旬から11月上旬にかけて開催される地区大会、さらにそこを勝ち抜いたチームは11月下旬から12月上旬にかけて両国国技館などで開催される全国大会に向けて怒涛の制作期間に入ります。ルール発表から本番まで実質的に約6ヶ月間という極めて短い納期の中で全てのプロセスを完結させなければならないんです。それにしても最近のロボコンの課題って素人目に見ても、これ本当に学生が作ってるのってレベルで難しくなってるよね。そうなんですよ。例えばロボコンの歴史を振り返ると、ロボットが人を乗せて運ぶという高荷重設計や高度なステアリング機構が必要なミッションがありました。
さらに、サイズ制限の中で精密にオブジェクトを投擲して特定の場所に配置するといった高度な機械的制御が要求される課題も毎年登場しています。人を安全に運ぶだけでも大変なのに、さらに自動制御で物を投げてピンポイントで狙うなんて、市販のロボットを買ってきても難しいよね。それを高専生たちが自作するわけだから、そりゃ時間もかかるよ。セメダインの技術レポートなどでも、これらの課題がいかに学生たちに対して物理的、そして精神的な作業時間の最大化を迫っているかが分析されています。完璧なアームの角度、ミリ単位でのモーター制御、外乱に負けない堅牢なフレームの設計など、すべてにおいて完璧を求められるため、妥協する余地が一切ないんです。これが学生たちの活動時間を延伸させる直接的な原因になっています。さらに、近年における最大の時間延伸の要因として、競技ルールの中から V ゴールが廃止されたことが挙げられます。V ゴールってサッカーとかの？ロボコンにおける V ゴールってどういうものだったの？かつてのルールでは、特定の難しいタスクを最速でクリア、あるいは満点を獲得した時点で、その場で即勝利が決定するというシステムがあったんです。これを V ゴールと呼びました。しかしこれが廃止され、3分間という競技時間の中で上限なく得点を積み重ねる、あるいは対戦相手との相対的なスコアで勝敗を決めるというルールへと変更されました。それってつまり、これを達成したら終わりという明確な天井がなくなっちゃったってこと？その通りなんです。V ゴールがあれば、この機構を最速で動かせれば完成と開発のゴールを設定できましたが、現行ルールでは3分間で1点でも多く取るためにマシンの耐久性を極限まで高める、サイクルタイムを1秒でも縮める、自動化プログラムをコンマ1秒単位で調整するという終わりなき最適化ループが発生してしまったんです。これが日常及び大会直前期における活動時間を底なしに増やしている最大の力学なんですよ。なるほど、ルール自体が活動時間を増やす構造になっているんだね。でもさ、高専って大学と同じように授業もあるし、課題やレポートも多いって聞くよ。普段の授業がある期間、つまり日常期は、みんな法律や学校のルールの中でどれくらい活動していいことになっているの？そこが今回のマスメディアが絶対に報道しない真実の核心部分です。実は、教職員の働き方改革や学生の安全確保、学業優先の観点から文部科学省の運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインなどに準拠した非常に厳格な課外活動ガイドラインが各高専で制定されているんです。へえ、やっぱり学校だし、ちゃんと規制はあるんだね。はい。表向きは学業優先を掲げているため、平日の活動時間は数時間に制限され、休養日も週に数日設けることが義務付けられています。しかし、この公式的な規制値と学生たちが実際にサークル活動として公表している、あるいは実態として行っている実績時間との間には、非常に大きくて深い乖離が存在しているんです。その厳格な公式ガイドラインって具体的にどれくらい厳しいの？いくつかの高専の例を教えてよ。では、いくつかの高専の公式な活動方針やガイドラインを見てみましょう。まず、沼津高専ですが、平日の課外活動は原則として16時20分から18時20分までの約2時間程度とされています。さらに、週1日の休養日を設定し、日曜日の練習は原則禁止、土曜日は3時間までとなっています。極めつけは中間期末試験の1週間から試験最終日前日まで完全活動禁止です。試験前は一切部活をやっちゃダメなの？それは大変だ。他の学校は？鹿児島高専も平日2時間程度、学校休業日は3時間程度、週2日以上の休養日を義務付け、試験期間中は自粛です。和歌山高専に至っては週4日を上限とし、平日1日3時間程度、土日祝はどちらか1日のみで4時間以内。午前と午後の連続練習や自主練習すらも禁止されています。そして徳山高専では、登校日は起工時間である18時まで、土日祝は3時間以内となっていて、事前に同意書の提出が必要です。うわぁ、どこもめちゃくちゃ厳しいじゃん。平日2時間で、土日も数時間だけ、しかも自主練習もダメだなんて、これじゃあ、複雑なロボットを作る時間なんて全然足りないんじゃないの？そう思いますよね。そこで、各高専のロボコン活動団体が公式に
あるいは実態として公表している実際の通常活動時間を見てみましょう。これがガイドラインの制限枠を上限いっぱいまで使い切るか、あるいは独自の延長ルールを前提とした運用になっているんです。おーっと、いよいよ本音のポくんだね。例えば、呉高専のロボテクス部。公式の紹介によると、平日の活動スケジュールは、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日が16時から19時までの3時間、水曜日は15時から19時までの4時間となっています。さらに、土曜日と日曜日は、なんと9時から17時まで活動しているんです。ちょっと待って、平日に週16時間、土日で16時間、合計すると週に約32時間近く活動していることになるよね。これ、さっきのガイドラインの平日2時間、休日3時間という基準からすると、ものすごい活動量だよ。そうなんです。さらに、宮内高専の報告では、大会やイベントが接近すると、土日の活動時間はさらに拡大するとされています。つまり、公式のガイドラインの枠組みを実質的な特別措置や運用の工夫によって最大限に拡張しているわけですね。他の高専はどうなんだろう。長岡高専とか明石高専の実態も知りたいな。長岡高専のメカトロニクス部は平日は月曜から金曜の16時頃から約3時間、土日はどちらか1日のみ9時から約3時間で週に約18時間を維持しています。こちらは長岡高専のガイドラインに厳格に準拠した運用ですね。一方、明石高専のロボット工学研究会は平日は16時30分から18時30分までの2時間ですが、土曜日は9時から16時30分まで活動し、週に約 17.5 時間。日曜と冬休みは停止しますが、やはり大会直前期の9月から11月は活動を延長しています。石川高専や強豪の奈良高専はどうなの？石川高専は放課後2時間のみで、日曜日とお盆、正月はしっかりお休み、週約10時間とかなり抑制されています。そして奈良高専のロボコンプロジェクトは平日は14時30分から18時30分ですが、原則として長時間の土日活動は行わないとしていて、週あたり16時間から20時間程度。彼らは活動時間が非常に短いことを公式に標榜しているんです。また、苫小牧高専は平日2時間、休日3時間の週約13時間ですね。なるほど。こうやって並べてみると、日常期における活動時間は週に10時間程度のところから最大で31時間を超えるところまで、学校の方針やサークルの性格によってかなりばらつきがあるんだね。そうなんです。しかし、この日曜期の制限をすべて吹き飛ばす最大の山場がやってきます。それが8月から9月にかけての約 1.5 ヶ月間にわたる夏季休暇、つまり夏休みです。出たー、夏休み。学生にとっては一番楽しいはずの期間だけど、ロボコニストたちにとっては？はい、彼らにとっては開発プロセスの主戦場です。なんといっても授業による拘束がゼロにありますから、活動時間は一気にフルタイム労働、あるいはそれ以上の過酷な水準へと跳ね上がります。日常期に活動時間を厳格に制限しているサークルであっても、この長期休暇中だけは終日活動をベースとしたスケジュールを組むのが暗黙の了解となっているんです。授業がないから朝から晩までずっとロボットを作っていられる。嬉しくもあり、恐ろしくもある期間だね。実際の数字としてはどれくらいになるの？具体的な数字を見てみましょう。日常期に週10時間ととても短い活動時間だった石川高専ですが、長期休暇中になると月曜から土曜まで毎日9時から16時までの活動になります。昼休憩の1時間を除いても実質6時間。これが週6日ですから、週あたりの稼働時間は36時間に急増します。うわー、10時間から 3.6 倍に増えた。明石高専も夏休み期間中は9時から 16.5 時、16時30分まで連日稼働し、週あたりの活動時間は約39時間に達します。秋田高専のロボコンサークルも平日は毎日9時から17時まで活動し、週あたり最大35時間に上ります。どの学校も見事に週35時間から40時間の範囲に収束しているね。週40時間って1日8時間、週5日勤務の社会人と同じだよ。これを約6週間の夏休み全体で計算すると、学生1人当たり210時間から240時間もロボット作りに捧げていることになるぞ。
まさにこの膨大な時間と熱量が注ぎ込まれることで、複雑で巨大なマシンが形になっていくわけです。でも週40時間も活動するなんて体力的にも精神的にもかなりきつそうだよね。普通の大学生なら海に行ったり旅行したりバイトしたりする夏休みが完全に消滅しちゃうわけでしょ。ホンダの公式採用インタビューで OB たちが振り返っているように、時間的な拘束が極めてきつく、一般的な夏休みは完全に消滅するというのが過酷な現実です。さらに学生たちは、自分の設計や加工が遅れれば、チーム全体のロボットが完成しなくなるという極限の責任感を背負って稼働しているんです。うわ、そのプレッシャーは凄まじいな。でもそんな過酷な環境を彼らはどうして乗り越えられるんだろう。それを支えるのが高専独特の技術継承システムです。彼らは市販の回路に頼らず、自ら回路設計を行い、プリント基板の外注、ハンダ付け、動作テストまでをすべて自学自習で完結させます。この高い技術レベルは、歴代の OB/OG が後輩に対して技術講習会を自発的に開催し、数世代にわたってノウハウを伝承しているからなんです。顧問の先生は設計には手を出さず、書類管理や予算執行、思想上の確保などの環境整備に徹することで、学生の主体的コミットメントをさらに引き出しているんですよ。そして夏休みが明け、10月の地区大会から11月の全国大会に向けた超前期に入ると、時間的プレッシャーはピークに達します。この時期になると何が起きるの？設計上のズレや部品の破損、プログラムのバグが次々と発覚し、開発スケジュールが完全に逼迫します。そこで日常の活動規則を超えて作業時間を確保するため、多くの高専で臨時の活動時間延長申請が行われます。なるほど。学校にもっと活動させてくださいってお願いするんだ。はい。秋田高専では9月から10月にかけて、通常の17時タイムから18時30分まで活動時間を延長する措置を申請します。明石高専でもこの時期は公式に活動時間が延長され、呉高専では大会が近づく土日に朝から夕方まで終日体制9時から17時で実践フィールドのシミュレーションを繰り返します。これにより直前期の週あたり実質稼働時間は普段の 1.5 倍から2倍近くに膨らみ、メンバーの精神的疲労度は限界へと達するんです。そしていよいよ大会本番。テレビで見る大会はすごく華やかだけど、現場のスケジュールはどうなっているの？実際の大会本番は金曜日の現地入りピット設営、土曜日の公式テストランと車検、そして日曜日の本番という2泊3日の超強行軍で実施されます。2泊3日。移動も含めるとかなりハードだね。ハードなんてものではありません。もし土曜日のテストランでマシンの不具合が発覚した場合、ピットクルーは宿泊先のホテルや会場の仮設ピットにおいて、本番当日の朝まで一晩中、プログラムの書き換えやハンダ付けを行う徹夜の調整作業が強いられます。コンマ数秒の作動タイミングやモーターの回転数を微調整できるかが勝敗を分けるため、大会期間中の拘束時間は実質的に72時間連続に近い極限状態になるんです。うわー、一晩中調整してそのまま本番に臨むこともあるんだ。本当に命がけだね。さらに、この過酷な大会を裏で支えるために、出場校以外のロボコン OB/OG や近隣高専の学生たちが運営補助員としてボランティア動員され、会場設営から審判、オブジェクトの管理まで、徹夜に近いスケジュールで数十時間規模のサポート活動を行っていることも、広く知られるべき隠れた真実です。実習期だけじゃなくて、大会がある10月や11月って、高専の勉強面でもかなり忙しい時期じゃない？その通りです。これこそが高専生にとって最大のピンチ、学時カレンダーとの衝突です。高専ロボコンの地区大会、全国大会が開催される10月、11月、12月は、多くの高専における中間試験や期末試験の実施期間と完全に見事なまでに直撃するんです。ただでさえ徹夜で調整してるのに試験勉強も重なるの？はい。各高専のガイドラインでは、試験1週間前からは活動自粛禁止と厳格に定められていますが、他校との開発競争の手を緩めるわけにはいきません。そのため、学生たちは日中の授業、放課後の限られたロボコン活動、
そして深夜の試験勉強という凄まじい二重生活を送ることになります。それはすごすぎる。睡眠時間はどこに消えちゃうんだろう。中には遠方の高専チームが翌朝の月曜日のテストに備えるため、日曜日に行われた大会の表彰式や閉会式の最後まで会場に残ることができず、泣く泣く選手数名だけを残して、他のメンバーは先に飛行機や新幹線で帰路に着くという無念の光景もしばしば見られるんです。それだけみんな必死だとさ、つい学校のルール、ガイドラインを破ってこっそり深夜まで作業しちゃおうぜみたいな誘惑に負けちゃうチームも出てきそうだけど、実際どうなの？確かにその通りで、過去には上限時間を無断で超過したり、試験自粛期間中なのに隠れて活動を行ったりする規律違反が発生することもありました。しかし、各高専や国立高専機構は、学生の安全と学業第一の原則から、ガイドライン違反に対して、極めて厳格なペナルティを設けているんです。具体的にはどんなお仕置きじゃなくて処分があるの？段階的に措置が用意されています。まず、軽微な時間違反の場合は、顧問の先生や学生主事による厳重な口頭注意や、反省文始末書の提出です。宇部高専や大間商船高専などの内規や心にも、こうした学生指導のプロセスが明記されています。反省文で済めばまだいいけど、もっと重い処分もあるの？もちろんです。複数回の違反や深夜の無許可の居残り、危険な工作機械の無断稼働などが発覚した場合、一定期間の部活動の一時停止、活動停止や工作設備の立ち入り使用許可取り消しというペナルティが下されます。こうなると、ロボットの製作や調整が物理的に完全凍結されるため、大会への出場自体が不可能になる致命的な結果をもたらします。さらに悪質な場合は、学校長判断による公式大会への出場自体や学生個人に対する停学、訓告といった重い懲戒処分が下されることもあるんですよ。活動停止や出場辞退なんて、それまでの努力が全部水の泡になっちゃうから、絶対にルールは守らないといけないね。でもメンバーの人数が少ない小規模な高専だと、1人当たりの作業負担が大きくなって、どうしても時間が足りなくなっちゃうんじゃない？そのリソース格差も深刻な問題です。高専ロボコンでは1校あたり20人以上のメンバーが在籍し、部品加工、回路、プログラミング、マネジメントと機能的に分担できる大所帯が主流です。しかし中には国際高専、旧金沢高専の事例のように、他校が大人数で挑む中、わずか3人の学生だけでチームを組織し、しかも4年生の4月という非常に遅い時期から活動を開始したケースもあります。3人だけ？それは普通に考えたら物理的な作業時間が圧倒的に足りないよ。そうですね。しかしこれらとは対極のアプローチで、全国大会での優勝やロボコン大賞を何度も獲得しているのが、あの強豪奈良高専のロボコンプロジェクトなんです。彼らは先ほどお話ししたように、平日の活動時間が非常に短く、土日の長時間活動も原則行いません。週あたりの平均活動時間は 16.0 から 20.0 時間に抑制されています。週16時間ってさっきの高校生の半分以下じゃない。どうしてそんな短い時間で全国トップクラスのロボットを作れるの？魔法でもあるの？いいえ、魔法ではなく、論理的かつ戦略的なイノベーションがあるんです。奈良高専の超効率開発を支える理由は大きく2つあります。まず1つ目は、プロジェクト、開発とからくり部、技術蓄積の完全なる分離です。分離？それってどういうこと？毎年4月から11月の大会までは、ロボコンプロジェクトとしてロボット開発に集中しますが、大会が終わったオフシーズンはからくり部として活動します。このオフシーズン中に基礎的な要素技術の開発や回路の検証、プログラミングのテンプレート構築をあらかじめやっておくんです。そのため、4月にルールが発表された時点で、すでに完成された技術的なアセットがある状態からスタートできる。だから無駄な試行錯誤の時間を劇的にカットできるんです。あらかじめ部品のレシピを作っておくから、本番の調理時間がめちゃくちゃ短くて済むんだ。もう一つの理由は？もう一つは、再現確率を重視した安定性堅牢性への選択的投資です。奈良高専は派手な機構よりもミスなく繰り返し実行できる安定性を最優先します。これには非常に面白い数理的な論理が使われているんです。例えば、1試合におけるロボットの特定動作の成功率を P とします。
地区大会から全国大会の決勝まで合計5回連続でミスなく成功する確率 P は P イコール P の5乗という計算式で表されます。もし一発勝負の派手な機構で1回の動作成功率 P が 70% だった場合、5戦連続で成功する確率 P は約 16.8% まで大幅に低下してしまいます。70% って結構高そうに見えるのに、5回連続で成功する確率はたったの 16.8% になっちゃうんだ。これは怖いね。そうなんです。だからこそ奈良高専はハードウェアの作り込み、無駄な試行錯誤にかける時間を最小限に抑え、ジャイロセンサーやエンコーダー等を用いた高精度な半自動制御プログラムや、物理的に狂いが生じにくいシンプルな構造の確率に時間を割くんです。これによって1回の動作成功率 P を 95% にまで引き上げます。すると5戦連続成功の確率 P は約 77.4% へと劇的に向上します。このプログラミングとシンプルな設計に対するデバッグ時間の最適化が短時間での圧倒的な勝率を実現している論理なんです。すごい。数字の裏付けがあるからこその短時間超効率開発なんだね。勉強になるな。他の強豪高専もやっぱり似たようなアプローチをしてるの？はい。近年の全国大会で目覚ましい成績を残している旭川高専や熊本高専などの動向を分析すると、高度な時間管理の戦略化という共通の傾向が浮かび上がってきます。どんなアプローチがあるのかまとめて教えて。大きな特徴は3つあります。1つ目は、ルールハック、戦略設計の重視。2025年の全国大会で優勝した旭川高専のように、複雑で高コストな技術を追い求めるのではなく、ルールブックの文脈を徹底的に読み解いて、最も時間コストをかけずに確実に得点を量産できる盲点を見つけ出すことに初期の時間を集中投下します。2つ目は、半自動制御による調整時間の圧縮。操縦者の腕前に頼るのではなく、ボタン一つで自動で展開、投擲できるようにすることで、直前期の実装練習に必要な累積時間を大幅に削減し、徹夜調整のリスクを抑え込んでいます。3つ目は、モジュール化による開発の並列化。足回り、アーム、回路を完全にモジュール化し、並列同時進行で設計・製作します。なるほど。ハードウェアが全部できてから最後にプログラミングをするという順番、直列ではなく、全部同時に作っていく並列から開発期間を極限まで短縮できるわけだね。まさにその通りです。これまでのデータをまとめた活動時間とタスクのマトリックスを見てみましょう。設計期4月から6月は週10から15時間。部品加工期7月から9月中旬は週35から40時間。直前期9月中旬から10月は週20から30時間。そして大会本番期は実質72時間。このように時期によって時間投資のメリハリが明確に分かれているのが現代の高専ロボコンの実態なんです。いやー、本当に奥が深いね。ルール発表から全国大会に至る約7、8ヶ月間で、学生1人当たり累計700時間から最大で1200時間に及ぶ膨大な個人時間を投資している。これってものすごい自己犠牲のようにも思えるけど、これによる教育的な影響ってどう評価されているの？単なる自己犠牲ではありません。まず事務局や学校が定める安全ガバナンスがあります。例えば、チームリーダーとは別に必ず2年生以上の上級生から安全管理責任者を選任させ、回転部の保護カバー装着や毎日のウェブツールによる検温や体調管理などが義務付けられています。これによって学生たちは限られた時間の中でルールを守り、事故ゼロの稼働環境を設計する安全マネジメントを学びます。実社会の工場や開発現場で一番大切にされる安全第一の精神がここで身につくんだね。その通りです。そしてこの過酷な時間と制約の中で戦い抜いた経験は、卒業後の就職活動において、ホンダなどの一流技術系企業の人事担当者から極めて高く評価されています。逆算して工程を組み立てるスケジュール管理能力、予算や重量の制約から最適な選択をするトレードオフの決断力、そして本気だからこそ生じる感情の衝突を乗り越えるチームビルディング力。ロボコンを通じてこれらを身体に刻み込んだ学生たちは、社会に出た瞬間から即戦力となる真のエンジニアとして大活躍しているんです。
なるほど。ロボコニストたちがかけてきた膨大な時間。それは単にロボットを作るための時間ではなく、未来の日本、そして世界の技術を支えるかけがえのない自分自身を作り上げるための時間だったんだね。はい。彼らの情熱とそれを支える高度なマネジメントの実態が少しでも多くの視聴者様に伝われば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。